皆さん、こんにちは。みゆの日本語カフェへようこそ。今日もお疲れ様です。このチャンネルでは毎日使う自然な日本語で日本の文化や最近のニュースとかトレンドとかいろいろなことをお話ししていきます。日本語学習者の皆さんの勉強に役立てていただけたら嬉しいなと思います。で、今回は日本のドラマについて話していきたいと思います。それでは、飲み物を片手に今日もたくさんお話ししていきましょう。乾杯。はい、早速ですが、皆さんは日本のドラマを見たことがありますか？日本語を勉強している人の中には教科書だけではなくもっと自然な日本語を学びたいと思っている人も多いと思います。そこで日本のドラマや映画を見るのはリスニング力を高めるのや知っている単語を増やすのにとてもいい方法だと思います。で、そんな人におすすめなのが日本のドラマです。ドラマを見ると実際に日本人がどんな話し方をしているのか、どんな表現を使うのかを楽しく学ぶことができます。私も英語を勉強するときにアメリカのドラマや映画をたくさん見ていました。フレンズとかモダンファミリーとか、あとディズニーチャンネルとかたくさん見ていました。もちろん本や教科書も読んでいましたが、ドラマは目で見て、あと耳で聞くことができるのでより楽しいですよね。ということで、この動画では日本語学習者の皆さんにおすすめのドラマを5つ紹介いたします。また、より簡単なドラマから複雑なドラマの順で紹介するので、ご自身の日本語力に合ったドラマが見つかるといいなと思います。はい。それではまず一つ目はボーイフレンドのシーズン2です。私は、シーズン1を見ていなくてシーズン2から入ったのでシーズン2の紹介をしたいと思います。まずこれはネットフリックスのリアリティシリーズボーイフレンド、シーズン2は10人のボーイズが冬の北海道で約2ヶ月の共同生活を送りながら、コーヒートラックの運営、あとは恋愛、友情を通じて心を通わせていく物語です。で、10人の人がいるのでちょっとみんなの名前を最初は覚えられなかったのですが、10人の人柄がとてもみんな素敵で、シーズン2は20歳、20歳から40歳までと年齢の幅があるんですが、最初は敬語で話していて、で徐々にみんなタメ口になっていく感じがとてもリアルそして自然で日本語学習の観点からもいいなと思いました。なのでみんなも最初は誰かと敬語で話していても仲良くなるにつれてタメ口になっていく感じが、あ、こうやってタメ口になっていくんだってすごい勉強になると思います。あとみんな個性的でとてもフレンドリーな人がいるかと思えば内向的でシャイな人もいたり、だけどみんな仲が良くてとてもほっこりする番組です。あとみんなの共通点は同性愛者なことで、そしてここに友情、そして恋愛をしに来ていることです。もちろん
みんながパートナーを見つけることはできないけれど、同性愛者として日本社会に生きていくことの大変さとか、あとは人によっては両親にカミングアウトをしていたりしていなかったりで、したいけどするのが怖いっていう人もいたり、様々な悩み、そして未来に対しての希望であったりをシェアしてくれます。その他にもみんな学生だったり、社会人だったり、あとは経営者だったり、バックグラウンドもかなり豊富なので、日本の働き方や学生生活などの文化についても知ることができます。あとは会話のペースがゆっくりめで日常的な表現が多いため、日本語学習にとてもいいと思います。また北海道で撮影しているので、雪景色がもうとっても綺麗なんですね。もうこれを見たらみんな絶対に北海道に行きたくなると思います。で、次は2つ目、私がおすすめしたいのはホットスポットです。これはバカリズムさん脚本のドラマで、富士山のふもとの町を舞台にシングルマザーの女性清美さんと少し変わった同僚の奇妙な交流を描くドラマです。ちょっと変でちょっとじゃないですね、かなり面白いヒューマンドラマって感じです。ヒューマンドラマに SF 要素、サイエンスフィクションですねの要素が加わった、すごい肩の力を抜いて楽しめるドラマです。結構ドラマってなんかちゃんと見て、理解しないとって感じになるドラマもあるんですけど、これはなんかもうリラックスして、なんかおやつとか食べながら、気楽に見れるドラマです。で、富士山が見える田舎町でホテルスタッフとして働く女性、シングルマザーとして家事とか仕事と多忙な清美さんがいるんですが、ある日ホテルからの帰宅途中に、交通事故に遭いそうになるんですね。でしかし同僚の高橋さんっていう男性に助けられます。ただ少し奇妙な点があって、人間ではありえない身体能力が明らかになるんです。でここでその高橋さんは清美さんに僕は実は宇宙人なんだよねっていうことを話します。でそこからがどんどん面白くなっていくんですが、ここからこの田舎町で2人がタッグを組んでより良くしていくっていう話に展開していきます。でただこのドラマの何が面白いかというと、雑談がとても自然です。友達同士の会話のテンポやスピード感がリアルなので、日本人の日常会話の速さになれる練習にもなるかなと思います。あとふとした会話が例えば知らない人からすると新鮮だけど、働いている人からしたら日常みたいな感じがあるんですね。でどういうことかというと、例えば宿泊客は、ホテルに泊まっている人はたくさん食べ物をとか飲み物を買い込むけど絶対食べきれないよねとか言っていて、待ってそれ私もやったことあるって思いながら、わかるって思いながら見ていました。でこれ以上お話しするとネタバレしてしまうと思うのでやめておきますが、ただ本当に皆さんがイメージする
宇宙人とはとてもかけ離れていて、クスッとした笑いが楽しめると思います。あとこの作品が気に入った方は、同じバカリズムさんが手掛けたブラッシュアップライフとか、あとは架空 OL 日記というドラマもあるので、それもおすすめです。3つ目は最愛です。最愛は私が今までで見た中で一番大好きなドラマです。ドラマの最愛は15年前の過去、あと現在が深く絡み合うサスペンスラブストーリーです。私はサスペンスは普段好きじゃないんですが、これは怖すぎず、結構家族愛のところに注目していたので、とても面白かったです。で、物語の中心となるのは3人いて、まず主人公の真田梨央、15年前に岐阜の高校生で、現在は実業家で新しい薬を開発する会社の社長なんですが、ある殺人事件の重要参考人または容疑者になってしまうんですね。で、もう一人が宮崎大輝というこの真田梨央の初恋の相手になるんですが、15年前は同じ岐阜の高校生で、陸上部のエースだったんですね。で、現在は事件の真相を追う刑事として、容疑者となったこの真田梨央と切ない再会を果たすんです。そして最後、私はこの人もかなり重要だなと思うんですが、加瀬さんっていう弁護士の人がいます。で、15年前の事件をきっかけにあらゆる手段を使って梨央を守る存在、そして高校時代の初恋から15年、容疑者、刑事、弁護士というそれぞれの立場や秘密、そして登場人物たちの切ない思いが複雑に混ざり合いながら事件の真実へとつながっていきます。家族愛と恋愛、そしてそのタイトルにある通り、みんなが大切な人を守ろうとする、法律でも理屈でもなく、最愛の人のために人生をかけるのを描いた、とても感動するドラマです。私は多分ほぼ全部のエピソードで泣いていましたはい、なので皆さんもぜひ見てください。で、4つ目はとても有名な半沢直樹です。半沢直樹はとても面白くて、やられたらやり返す、倍返しだっていうセリフがもう日本中に広まった、ドラマで、まずどんな物語かというと、東京中央銀行という銀行のバンカーの主人公半沢直樹がいます。で、銀行の中やその銀行の外での理不尽な圧力や不正に立ち向かう主人公がいます。で、ここでやられたらやり返す、倍返しだっていう精神で立ち向かうんですが、それで大ヒット経済エンターテインメントっていうテーマのドラマです。このドラマがなぜおすすめかというと、少し内容はもちろん難しいんですが、会社でのシーンが多く、日本の社会の様子が上手に描かれています。半沢直樹は日本の職場では、なかなか思っていることとか感じていることを言うのは難しいんですが、その中それを発言しているので、見ている人を多分スカッと
させてくれているのかなと感じます。で、言いたいけど言えない。でも半沢直樹はそのようなシーンで倍返しだと上司に向かって言います。難しい単語や文化的なネタも含まれるんですが、日本文化、特にビジネスのシーンで使う日本語に興味がある方には非常におすすめです。とても勉強になると思います。ただ倍返しだと上司に言うのはやめた方がいいかもしれないです。で最後5つ目は最近第2シーズンが始まったビバンです。皆さんもビバンは聞いたことがありますか？こちらも半沢直樹の主演と同じ堺雅人さん主演のドラマです。そして脚本家の方も同じです。ただ全く違うストーリーで、今月からシーズン2が公開されてとても話題になっています。ビバンは商社マンの乃木憂助が、架空のバルカ共和国という国で130億円、とても大きな金額のを間違えて送ってしまったこと、その事件からストーリーが始まるんですね。でこの事件に巻き込まれたことを機に、自衛隊の非公認諜報組織、いわゆるスパイ部隊みたいなものがあって、それが別班という名前で、行われているんですが、別班としての、国際テロ組織テントというグループ、テントへ挑むアドベンチャー作品です。なので少し難しいんですが、このスパイ部隊別班 VS テロ組織テントという感じです。でかなり内容としては複雑なんですが、商社マンとしては気弱な乃木憂助なのに、スパイ別班としてはとても優秀なんですね。でそのギャップに最初は本当にびっくりします。でまたこのドラマは考察ドラマとして非常に人気です。まず考察とはデータや事実に基づき、誰が読んでも納得できる論理的な推論を行うことです。なのでこういうことがあったから最終的にはこうなるんじゃないという仮説を立てる感じですね。でこのドラマに伏線が多いからで、伏線とはドラマなどの中で将来起こる重要な出来事に向けて小さなヒントを隠しておく表現の一つです。何気ないシーンとかセリフに見えても後から意味が分かって脳みそがはっと驚かされる感じです。なのでビバンを見終わると日本人は、結構 X に投稿をして今のこのシーンもしかしてとか考察や伏線を、見つけたりする人が多いです。なので実際私もドラマを見ながら友達とこれ今の怪しくないとか、なんかヒントじゃないとか叫びながら見ています。このドラマはすごく脳みそを使うので気楽には見れないんですが、とても内容あとキャラクターが面白いのでおすすめです。はい、以上が私のおすすめドラマ5つでしたが、実は番外編も1つあります。これはまた違う動画でも話したいなと思っているのですが、ラブ上等シーズン2出ました。
私はラブ上等シーズン1も見たんですが、シーズン2も出たので、最近見始めました。皆さんはラブ上等って聞いたことがありますか？日本だけでなく世界中で人気を集めているドラマですが、何が面白いかというと、元暴走族、元ヤクザ、あとは少年院出身者など、いわゆる、社会のはみ出し者として生きてきたヤンキーの男女が14日間2週間、共同生活を送りながら本気の愛を探す、日本初のヤンキー恋愛リアリティショーです。こちらは番外編として紹介していますが、タメ口だけでなく日本人でも知らないようなスラングが出てきたり、みんな日本各地から参加しているので方言が聞けたり、より多様な日本語のリスニングをしたい方におすすめです。また新しいシーズンは沖縄で撮影されており、とても綺麗な海や沖縄の方言なども紹介されるので、ぜひチェックしてみてください。私が最近見たエピソードでは沖縄の方言上等が紹介されていました。沖縄の方言内縄口でいいね、素晴らしいという意味の褒め言葉だそうです。上等って感じですね。以上が私が日本語学習者の皆さんにおすすめしたいドラマ5選プラス番外編1つでした。おすすめの勉強法としては、まずは字幕なしで見てください。そしてちょっと難しいって思ったら日本語字幕をつけてみてください。でそれでもちょっと難しいかもと思ったら母国語の字幕をつけて意味を確認するのがいいと思います。あとは最近だとスピードを遅くしたりもできるので、様々な、そういうツールを使って日本語を勉強してください。また1回だけでなく何回か同じエピソードを見たりするのもいいと思います。皆さんは好きな日本のドラマはありますか？ぜひコメントで教えてください。それでは今日もみゆの日本語カフェへ遊びに来てくれてありがとうございました。